こんにちは。ミニマリストになりたい私、もちです。今回は物を捨てるとお金が貯まる理由7選ということで、ミニマリストを目指して3年以上たくさんのものを手放してきた私が体験した物を捨てることとお金の意外な関係についてお話ししたいと思います。ミニマリストって単に物を買わないからお金が貯まるんでしょ？それって我慢の暮らしなんじゃない？そんな風に思う方も多いかもしれません。実は私もミニマリズムに興味を持ったきっかけは、とにかくお金を貯めたかったからで、我慢な暮らしもある程度覚悟はしていました。でも実際はそんなイメージとは全然違ったんです。ミニマリズムでお金が貯まる理由は、ただ買わないからではありませんでした。そしてそんな暮らしは我慢どころか、むしろ幸せに暮らせているとさえ感じています。一見関係なさそうに思える捨てることが、貯金にも、そして日々の暮らしそのものにも思っていた以上の良い変化をもたらしてくれました。おかげで今はミニマリズムの力で貯めたお金を安心材料に、辛かった仕事から一度離れ、働き方を考え直してみるキャリアブレイクの時間を過ごせています。私個人が感じた体験談ではありますが、今日から思わず何か捨てたくなる、そんな捨て活モチベーションが上がる動画になっていますので、ぜひ楽しんで聞いてください。それではスタートです。物を捨てるとお金が貯まる理由一つ目は、たくさんのものは必要ないと気づけたからです。捨て活を通して本当に大切なものってそんなに多くないことに気づかされました。過去の私は物はないよりあった方が豊かだと思っていて、たくさん買ってたくさん溜め込む暮らしをしていました。特にひどかったのが洋服でした。数が多いことこそおしゃれと思っていた当時の私は、ワンシーズンに着るトップスは20着も30着も持っていました。今振り返ると、そんな生活はおしゃれでもなければむしろ満たされない暮らしだったんです。クローゼットはとってもパンパンだけど、着たい服はありませんでした。数年前に衝動買いしたお洋服はなんだかいまいちで、でもまだ綺麗だしもったいないし、またいつか着るかもとクローゼットにそのまま眠らせていました。着る服がないからと毎シーズン新しい服をいくつも買っていました。でも買った瞬間は幸せでも、またすぐに新たに足りないものが目に入り欲しくなってしまう。そうやって私は着ない服ばかり増える無限ループの中にいたんだと思います。そんな私も大量の服を手放したことで変わりました。今のクローゼットには数は少ないけれど、どれも今着たいと思えるお気に入りばかり並んでいます。ワンシーズントータル12着ほどまで減りましたが、驚くことにそれでも数は十分でした。むしろお気に入りの服をたくさん着れてとっても幸せだし、どの服を選んでも満足がいく自分好みのコーディネートができて、毎日のお洋服選びが本当に楽しくなりました。どれだけの数、物を手に入れても自分を幸せにはしてくれない。でも数は少なくても最高に気に入っているものがあれば、それで十分幸せに感じられる。そんなことに捨て活を通して気づくことができました。食品や日用品にも大きな変化がありました。過去の私はお得だからと大容量サイズをまとめ買いしたり、便利そうだからといろんな便利アイテムを買い足していました。でも結局使い切れず無駄にしたり、ただの置物とかして部屋を散らかしてしまったり、在庫が多すぎて管理が行き届かず、同じものを重複して買ってしまうこともありました。今思えば物が多すぎたせいで逆に損をしたり不便を感じる生活になってしまっていたんですよね。たくさんの使い切れなかった日用品をもったいないと思いながら手放してみて、初めて自分がこんなにもなくてもいいものにお金を費やしてしまっていたんだということに気づきました。代用できるもの、兼用できるものもたくさんあることも知れました。捨て活を通して必要以上のものに囲まれて、むしろ不幸せになっていた自分の暮らしに気づくことができました。お金で何でも簡単に物が手に入るこの時代、もはや物にはそんなに大きな価値はないのかもしれません。本当に必要なものが必要な時にあればそれでいい。むしろ数少ない本当のお気に入りがあることの方が幸せ。そう思えるようになってから、買い物の量も無駄もぐっと減って、自然とお金が貯まる暮らしに変わったように思います。物を捨てるとお金が貯まる理由2つ目は、無駄な買い物が減るからです。捨て活をしてから大きく変わったのが買い物の仕方でした。
捨て活でまだ使えるものを断腸の思いで手放す経験をしてからは、買い物のハードルがとてつもなく上がったんですよね。以前の私は安いから、なんとなく可愛いから、便利そうだから、そんな理由であまり深く考えず安易に買ってしまうタイプでした。そのくせ、いざ捨てるとなるともったいないと思ってしまい手放せないんですよね。でも捨て活をして気づかされたのは、安易に物を買ってしまうことこそ一番もったいないことだったということです。まだ使えるものを手放すことって自分の失敗を認める作業でもあるので、本当に苦しいんですよね。衝動買いしたブランドバッグも当然価値のあるものだと思って使う気もないのに、長い間ずっと手放せずにいました。でもようやく覚悟を決めて売りに行ったところ、店員の方に言われた買取額はたったの1500円。私は大した価値のないものを高い値段で買ったからと、まるでまだ価値があるものだと思い込んで手放せずにいたんですよね。売りに行ったことで、そんな自分の買い物の失敗を認めざるを得なくなりました。手放す作業ってもったいないと思う気持ちの葛藤と、どれだけ無駄なものにお金をかけてしまったかという後悔とで心がいっぱいになる、本当に苦しい作業です。このお金を全部貯金できていたらなんて悲しすぎて正直考えたくもありません。でも手放す痛みを経験したからこそ、私は物を買うことに対して責任を感じるようになりました。もう手放す苦しみはできるだけ味わいたくない。だからこそより一層買い物を慎重にしようと心がけるようになりました。さらに捨て活を経て、自分の部屋はお気に入りだけでいっぱいの空間に変わったんですよね。そこへそんなに気に入らない中途半端なアイテムを迎え入れたくないという気持ちも強くなり、買い物の慎重度はさらに増しました。ということで、ここからはそんな買い物慎重派に変わった私が実践している無駄な買い物をしないための具体的な5つの習慣をご紹介します。まず1つ目は、買い物リストを活用するです。必要なものは買い物リストに入れて、リストに書いてあるものだけを買うことで余計な買い物を防いでいます。そして欲しいものリストに入れて寝かせるようにもしています。欲しいと思った瞬間が感情のピークなので、そんなピークのタイミングに欲しいものリストに入れて、少なくとも1週間以上は考える時間を持たせています。時間が経つと不思議と冷静になって、やっぱりいらなかったと思えることがほとんどです。そして洋服はできるだけ必ず試着するようにしています。洋服って試着なしで購入すると似合わなかったという失敗ばっかりだったんですよね。このルールがそんな失敗も減らしてくれますし、わざわざ試着しに行くというこの手間も買い物のハードルをぐんと上げてくれています。また、ウィンドウショッピングもしていません。何かいいものはないかと無計画に見て回って衝動的に買ったものってすぐ熱が冷めたり、そんなに必要のないものだったりするんですよね。そもそも見なければ物欲も起きません。そして徹底的に調べてから買うようにしています。買うからには口コミも類似商品も徹底的に調べて、これ以上ないと思えるほど良いアイテムだけを買うようにしています。こんな風に時間を置いて悩んで本気で調べて、それでも欲しいとようやく購入したアイテムってすっごく満足度が高いんですよね。最強のお気に入りが一つあれば他に目移りすることもありません。なので今の暮らしは買い物を我慢しているという感覚は全然なくって、いくつものオーディションを勝ち抜いた精鋭メンバーだけを我が家に招き入れ、最強チームを作っている、そんな気分で買い物を楽しむことができています。手放す苦しみを経験したおかげで本当に満足できる買い物をすることができるようになりました。物を捨てるとお金が貯まる理由、3つ目は物を持つだけでお金がかかるからです。たくさんの物を持つだけで実はいろんなコストがかかっているんですよね。例えば服が多ければそれだけ収納スペースが必要になりますし、クリーニング代もかさみます。家具や家電にも家賃、光熱費、メンテナンス費などたくさんの維持費がかかっていますし、荷物が多いほど引っ越し費用も高くなりますよね。私も今まで意識してなかった物にコストがかかっているという現実を痛感した出来事がありまして、それは 1K の社宅に住んでいた時のことでした。
社宅だったので家賃はかなり格安だったのですが、当時の私は部屋が狭いことがとにかくストレスで、一刻も早くこの家を抜け出し広い部屋に引っ越そうと毎日賃貸情報を調べていたんです。でも今考えてみれば、部屋を狭く感じた原因って単に物が多すぎたからだったんですよね。当時私の部屋にはクローゼットに収まりきらないほどの服があって、増え続ける服をしまうためにどんどん新しい収納家具も設置していました。大型家具もテレビにベッド、ソファーにローテーブル、デスクにデスク用のチェアと、もうたくさんあって 1K の部屋にもう余白はない状態でした。そして捨て活を始めてから 1K なんて狭いという考えは全くなくなりました。まず物が減ったことで収納がどんどん減っていきました。カラーボックスは持っていた4つ全てを処分することができましたし、衣装ケースも何個も減らしました。テレビやソファーなど大きな家具家電も処分しました。そうしたら同じ 1K な部屋のはずなのに驚くくらい部屋が広く感じられたんですよね。むしろコンパクトな間取りの方がお掃除も移動も楽で快適と思うようにもなりました。おかげでその社宅に住み続けることができ、家賃を大きく節約することができました。もしあの時私が大きな部屋に引っ越していたら、給料の多くが家賃に消えてしまって貯金は全然進まなかったと思います。ちなみに今は家賃だけでなく立地などいろんな条件を含めて考えた結果、 1LDK と少し広めのお部屋を選びましたが、本当は今もワンルームや 1K のようなコンパクトな家の方が好みです。物を捨てたら家賃だけでなく暮らしにかかる維持費も自然と小さくなりました。以前は毎年たくさんの服をクリーニングへ持って行っていましたが、お手入れが面倒な服を手放した今はクリーニングへは行かず、大抵のものはお家洗いしています。使っている消耗品の数もかなり減ったので、買い替えにかかるコストも減りました。こうしていろんなものを手放してみたら、快適な暮らしのために買っていたはずのものたちが、実はいつの間にか暮らしを圧迫するコストになっていたことに気づくことができました。物が少ないほど生きるためのコストそのものを抑えることができ、家も心も軽くなったと感じています。物が減るとお金が貯まる理由4つ目は、自由な時間が増えるからです。物って時間泥棒でもあるんですよね。物が多かった頃の私はいつも時間が足りないと感じていました。週末は散らかった部屋の大掃除で一日が終わりますし、衣替えなんてもう一日がかりの大仕事。出かける直前も探し物に追われたり、服がなかなか決まらず脱いだり着たりで、もう毎日常にバタバタしていて、本当に余裕がありませんでした。棚には使っていない本と教材が積み上がっていて、いつかやらなきゃと先延ばしにし続けていました。いつか読まなきゃと取っている本たちも、実は未来の時間を奪う隠れた時間泥棒なんですよね。でも捨て活を続けていくうちに、忙しいと感じていた毎日に余白が生まれたんです。物が少なくなったら片付けも一瞬で終わるし、掃除もほとんどいらない部屋になりました。どこに何があるか把握できているので、探し物の時間もほとんどなくなりました。服を減らしたことで朝の身支度もちゃっと終わります。本や教材も自分の時間の方が大切と思って手放したら、いつかやらなきゃという未来の時間泥棒をなくすことができました。なんとなく SNS を開く習慣も手放したら、むしろ手持ち無沙汰だなと思えるほど時間の余白を生んでくれました。同じ24時間を過ごしているはずなのに、まるで魔法がかかったかのように自由な時間ができたんですよね。じゃあそんな時間の余裕がどうしてお金が貯まることにつながったのかというと、その空いた時間を貯金を増やす行動に使えるようになったからなんです。時間に余裕があったからこそ、家計簿をつけ始めたり、不要な銀行口座やクレジットカードを解約したり、NISA やふるさと納税を始めてみたり、お金回りの整理にも手をつけることができました。そして物は所有するだけでもお金がかかりますから、捨て活する時間を設けられたことも結果的に節約につながりました。また自炊も頑張ることができました。私個人的に家計への節約効果が大きいものって家賃、食費、そして娯楽だと思ってるんです。毎日自炊してお弁当を会社に持って行って外食に頼らない生活を続けたおかげで、そんな節約効果の高い食費をぐんと抑えることができました。
私は自炊って立派なお仕事だと思っているんですが、ミニマリズムで時間の余裕が生まれたおかげで、自炊と会社員とのダブルワークも頑張り続けることができました。そして仕事を続けながらも YouTube を3年もの間頑張ってこれたのは、ミニマリズムで作った余暇時間なしでは到底無理でした。物を捨てたおかげで時間に余裕が生まれ、私はその時間を家計の見直しや自炊など貯金を増やすための行動に当てることができたんですよね。時間のゆとりが貯金を生む暮らしの土台作りに大きく力になってくれました。物を捨てるとお金が貯まる理由5つ目は、ストレスが減ったからです。浪費の一番の原因って私はストレスだと思うんです。疲れたら甘いもの、イライラしたらお酒、落ち込んだら衝動買いなどなど、過去の私は日々のストレスをそんな風にお金で簡単に得られる快楽で解消する、これがすっかり習慣になっていました。でもそうやって得られる幸せって長くは続かず、またすぐに落ち込んだ気持ちが戻ってきてしまうんですよね。そして私はもっと刺激を求めてしまい、そうするうちにどんどんお菓子がないと、お酒がないと、買い物しないとやっていけない、そんな依存気味の状態になっていきました。でも物を減らしてからストレスそのものが小さくなっていったんですよね。先ほどお話しした通り、物が減ると時間の余裕が生まれます。そして不思議なことに、この時間のゆとりは心にもゆとりをもたらしてくれました。さらにすっきりとしたお部屋も暮らしのストレスを軽くしてくれました。以前は疲れてすでに悩みで頭もいっぱいの中、散らかった部屋へ帰るたびに余計に頭の中が散らかってしまう心地がしていました。そんな状況にもうこれ以上頑張れないと、ベッドから一歩も動けず、自分のことも家事も放置して、私のメンタルもお部屋もますます荒れてしまっていったんですよね。実は物が多い部屋や家事などやることが積み重なった状態って脳へ大きなストレスを与えてしまっているんです。でも捨て活をして片付けいらずでいつもすっきり清潔になった今の我が家は、帰宅した瞬間からほっとできて、心をすごく落ち着かせてくれるんですよね。部屋の状態は心の状態を表すとよく聞きますが、逆に部屋をすっきりさせれば心の状態も少しずつ前向きに変わっていくなと日々実感しています。今は短期的な快楽に頼ってストレスを解消せずとも、住み心地のいいすっきりとした我が家でゆっくりする時間こそが一番のストレス解消法になっています。そしてたまに自分を許しちゃうチートデイがとっても特別で最高なご褒美にもなっています。すっきりとした暮らしになってから何でもない日常を穏やかに楽しめるようになった気がします。ストレス理由の習慣的な浪費をやめられたことで、私の貯金スピードは一気に上がりました。物を捨てるとお金が貯まる理由6つ目は、消費よりもアウトプットする趣味を楽しめるようになったからです。物を手放してから時間の過ごし方がガラッと変わりました。物を減らして時間に余白が生まれたことで、何か代わりのことでその時間を埋めなきゃいけない状況になりました。それまでの暇つぶし方法だった買い物もスマホもお酒も捨て活がきっかけで控えるようになっていましたし、じゃあ何をしようかと考え始めてみたのが、今まで時間が取れずやりたくってもやれてなかった活動でした。料理に筋トレ、お散歩、動画編集、DIY、ボランティア活動、言語学習などなど、体を動かしたり作品を作ったりするアウトプットをする活動に取り組むようになりました。で、これがとっても面白かったんです。何が面白いって、満足感の質がこれまでの受け身な暇つぶしとは全く違うところなんですよね。料理は手間暇かけて、時には失敗しながらやるからこそ完成した時の喜びは大きくて、さらに食べて美味しければ幸せ度もひとしおです。筋トレも嫌なことも忘れるぐらいストレス発散になりますし、徐々に体が強くなってくる変化も実感して嬉しくなります。成長や成果を感じられる挑戦って本当に楽しいんですよね。受け身の活動では味わえない感動がたくさんあって、すっかりハマってしまいました。そしてこういう自ら作り出す活動ってかかるお金も小さかったりするんですよね。休みの日をテーマパークに行ったり買い物に行ったり、そうやってお金を使うことでしか潰せなかった暮らしから、
アウトプットすること自体を楽しむ過ごし方に変わったことで、お金は抑えながらも圧倒的に満足度の高く面白い時間を過ごせるようになりました。そしてもしその趣味を極めれば、お金がかからないどころかお金を得られる可能性まで秘めているのもグッドポイントですよね。現に私は趣味だった YouTuber で収益を得られるようになったり、日本語を外国人に教える地域のボランティア活動はほんのちょっとだけ謝礼金をもらえてたりしました。自炊も私にとっては立派なお仕事です。物を捨てたからアウトプットの趣味をするようになるというのはちょっと飛躍している因果関係のようにも聞こえますが、でも何かに向かって一生懸命取り組み成果を出されている方って、やりたいことに集中するために結構すっきりとした暮らしをされていることが多くないですか？実際私が会ってきた物が少なめな暮らしをされている方って、副業に趣味に勉強にと活動的に余暇時間を過ごされている、そんな印象があります。物を手放すことで時間も集中できる空間も生まれ、思わず活動的に行動したくなる、そんな環境を作り出すことができるんです。私はそんなアウトプットする活動のおかげで節約しながらも暮らしを思い切り楽しめることができました。物を捨てるとお金が貯まる理由7つ目は、捨て活を通して自分にとって大切なものに気づけるからです。これこそが物を捨てるとお金が貯まる理由の本質だと思っています。過去の私は自分に全く自信がありませんでした。自分の良し悪しをいつも他人との比較で判断していたことが原因だったと今ならわかります。長い間ずっと見た目や成績、就職先、SNS でのリア充度などなど、あらゆる物事において人と比べてばかりで、結局いつも足りないことばかりに目が向いてしまっていました。そんな私はお金の使い道も他人を気にしたものばっかりだったんですよね。周りにどう見られるかを基準に買うので、本当の満足は得られず、気づけばお金もどんどん減っていく、そんな暮らしでした。でもそんな状況も捨て活が変えてくれました。捨て活は単に物を減らす作業ではなく、自分の大切なものを選ぶ作業、つまり他人基準を手放して自分基準で選ぶっていうことだったんですよね。誰もが一目でわかるブランドバッグや財布を手放した時、自分が心から好きと思えるものを持つことの幸福感に気づけました。世間の流行りや最新情報を追いかけるよりも、自分の自由な時間を大切にしたくって、テレビも手放しました。友人の SNS をただただ眺める時間を手放したら、人と比べるよりも今この瞬間を大切にする方が自分の心は満たされるということに気づけました。こうして物と一緒に他人軸を一つずつ手放していくうちに、少しずつ他人との比較ではなく自分のために物事を選べるようになっていきました。人と比べたってしょうがない、そんなことは頭で分かってはいても比較癖から抜け出せなかった私でしたが、捨て活がそんな自分の考えを捨て、自分自身を大切にするトレーニングになったんです。そしてあれこれ捨て活しても変わらず、私の元に残ったものの一つが経験でした。新しい世界を見れた海外旅行、友人と笑い合った日々、趣味に没頭した時間、私にとって本当に大切だったのは物ではなく、誰とも比較できない経験や時間だったことにも気づかされました。辛かった仕事を一度手放そうと決断できたのは、自分が過ごす時間の大切さに気づけたからだと思います。そしてそんな勇気のいる決断ができたのは、ミニマリズムな暮らしの力を借りて貯めたお金の支えがあったからこそでした。お金は単なる道具に過ぎませんが、自分の人生の選択肢を広げてくれる、そんなパワーがあることも実感しました。捨て活が私にとって何が大切かを真剣に考えるきっかけになりました。そして自分にとってそんなに大切ではないものにかけるお金はできるだけ最小限にして、自分にとって本当に大切な新しい経験や趣味、友人や家族と過ごす時間、そして未来の選択肢を広げてくれる貯金にお金を使いたいと思えるようになりました。生涯で得られるお金には限りがあります。だからこそ自分にとって大切なものを知ってさえいれば、そんな限りあるお金をより上手に使えるようになれる。これが捨て活をするとお金が貯まる本当の理由なんだと私は思っています。以上が
私が経験した物を捨てるとお金が貯まる理由7選でした。お話しした中でも伝わったかなとは思うのですが、ミニマルな暮らしって決して貧しかったり寂しい暮らしではなかったんです。無理に減らしているのではなく、無駄を減らしているだけ。私にとっては今の暮らしも幸せで満たしながら、未来のためにコツコツ貯金も貯められる、もう最強の幸せに生きる技なんですよね。ご紹介した以外にも物を手放してこんな変化があったよという方は、ぜひぜひコメント欄で教えてください。それでは最後に私からプチお知らせです。実はこの度インスタをちゃんと更新することにしました。どんなお知らせやねんっていう感じですが、これまで実は私のインスタアカウントは2年近く放置し続けてしまっていたんですよね。ですが最近になって更新を再開いたしました。今のところほぼ毎日更新していますので、気になるという方はぜひぜひ概要欄からお友達登録をお願いします。で、更新を再開しようと思った理由が2つあって、これもちょっとお話ししたいなと思うんですけれども、まず1つは動画よりももっとたくさん、そしてもっと早く皆さんのお力になれることをシェアできたらなと思ったからです。動画ってやっぱり制作に時間がかかってしまいますし、愛用品なんかは動画で取り上げる前に売り切れてしまったり、動画の尺が埋まらないので些細なことをシェアするには向いてなかったりと、本当は YouTube でお伝えしたいけれどお伝えできてないってことが本当に多いんですよね。見てくださる方が前向きになれるような日々の気づきやお役立ち情報をもっと早く、そしてたくさんシェアできたらなと思い、インスタを再開することに決めました。で、インスタを再開したもう一つの理由が偽アカの存在です。先日お知らせに引き続いてまたまた私の偽アカが発見されまして、視聴者の皆様に投資などの勧誘の DM を大量に送っていると聞いています。で、しかもそのアカウントを私の方から通報しても違法性が見つからないと言われ、削除してもらえないんですよね。なので偽アカってもう本当に悔しいんですけれど、放っておくしかできないんです。で、正直なところ今フォロワー数も偽アカと本物とでそんなに大きな差はなくて、このままだと偽アカを本物と勘違いしてしまいやすい状況でもあるんですよね。誰が見てもこれは本物だと気づいてもらえるようなアカウントになって、できるだけ偽アカの詐欺被害を防ぎたいということで、インスタグラムもたくさんの皆さんに応援してもらえるアカウントになるようまた更新をしていきたいと思っています。もちのインスタ興味があるという方はぜひ概要欄のリンクから私本物のインスタアカウントをフォローしてくださいね。そして更新もお楽しみにしててください。それでは最後まで見てくださりありがとうございます。